皆さん、こんにちは。しょうこです。今日は、もっと自然な日本語で日本人と話せるようになりたい。そんな皆さんに向けてお話ししたいと思います。このポッドキャストを聞いている皆さんは、JLPT N3 か N2 を勉強している人が多いですよね。もしかしたら、もう N2 や N1 に合格した人もいるかもしれません。でも、日本人と話した後に、ちゃんと通じたけど、なんか変だった気がする。もっと自然な言い方があったかもしれない。日本人みたいに話せるようになりたい。そんな風に思ったことはありませんか？私も英語を勉強していますが、同じことを考えます。今の英語は自然だったかな？失礼な言い方じゃなかったかな？ネイティブだったらもっと違う言い方をするのかな？そんなことを考えながら話しています。だから皆さんの気持ちは本当によくわかります。今日は自然な日本語とは何なのか、そしてどうすれば日本人らしい話し方に近づけるのかについてお話ししていきます。ぜひ最後まで聞いてくださいね。余裕がある人はシャドーイングもしながら聞いてみてください。それでは始めましょう。まず、今回一番伝えたいことがあります。それは JLPT や教科書の勉強だけでは自然な日本語は話せないということ。自然な日本語って日本人が意識しないで使っているもの。生活の中で何度も使ってるから使えるようになっているものなんですよね。だから日本人との生活がそこまで長くない外国人にとっては自然な日本語を聞いた回数がそもそも少ない。それだけネイティブとは学習環境が違うということですね。しかも日本語は世界でも難しい言語の一つと言われています。だから不自然になるのは普通のことだし、そんな難しい言語をマスターするのって簡単ではないですよね。でもやっぱり変な日本語だったらどうしよう。笑われたら恥ずかしい。もっと勉強してから話そう。そんな風に思ってしまうこともあると思います。でも日本人って外国人が話す日本語にそんなに厳しく注意したりはしてないと思います。私は日本語を教えていたので、外国人の方と話す機会が多くあったんですが、話せる人って細かい間違いを気にしてないんです。というか、間違いながら直していくという感じ。だから、まずは間違えてないかなとためらう気持ちを捨てて、どんどん話してみてください。少し不自然でも話した方が日本語はずっと上達します。これはどの言語でも言えることですね。では、ここで質問です。そもそも自然な日本語って何だと思いますか？難しい漢字や文法を知っていたり、敬語を完璧に使えることでしょうか？もちろんそれも大切です。でも、みんなも思っていると思うけど、それだけではないですよね。例えば、日本人同士の会話を聞いてみてください。うん。へえ、そうなんだ。なるほど。確かに。こんな短い言葉を本当によく使えます。つまり、自然な日本語って難しい日本語ではないんですよね。日本人が毎日使っている日本語ってそんなに難しくない。そして自然な日本語は文法や語彙を知っているだけでもいけません。話すスピード、イントネーション、表情、相槌、言葉の選び方、全部合わせて自然だなという印象になります。だから JLPT に合格しただけではなかなか自然な日本語を話せるようにはならないんです。実は日本語が難しい理由は文法や語彙だけではありません。日本には相手との関係を大切にする文化があります。だから日本人は言葉だけではなく相手の表情やその場の空気も大切にします。例えば誰かに大丈夫ですかと聞いて大丈夫ですと言われたとします。でもその人が困ったような顔をしていたら本当は大丈夫ではないかもしれません。逆に笑顔で大丈夫ですよと言えば本当に
安心していることが多いです。つまり日本語では言葉だけではなく話し方や表情も意味を持つということなんですね。だから自然な日本語を話したいなら単語や文法だけではなく日本人がどう話しているのかを意識するのもとても大切です。ポッドキャストでも YouTube でもドラマでも大丈夫です。ぜひ日本人の話し方にも注目してみてください。それではネイティブの日本人が普段どんな日本語を話しているのかについてお話しします。日本人同士の日常会話って実は思ったよりも短く、もっとシンプルな言い方をすることがとても多いんです。なんで会話が短いかわかりますか？その理由の一つが日本人の察する文化です。察するという言葉を聞いたことがありますか？察するとは相手が全部言わなくても表情やその場の雰囲気、前後の会話からこういうことを言いたいんだなと考えることです。日本人ってこの察する能力がとても高いんですよね。例えば日本人同士なら、そうだね、大丈夫。こんな短い返事だけで会話が進むことも少なくありません。これは日本人同士が同じ文化や生活の中で育ってきて、この場面ならきっとこういう意味だろうという共通の感覚を持っているからです。だから、一つ一つ全部説明しなくても会話が成り立つんですね。それに、日本人は相手に負担をかけないことも大切にします。長く説明したり、強く言い過ぎたりすると、相手が気を使ってしまうことがあります。だから短く曖昧な言い方をする人が多いんです。例えば、それは無理ですとはあまり言わず、ちょっと難しいですねと言ったり、行きませんではなく、また今度お願いしますと言ったりします。これも日本人らしい話し方の特徴です。つまり日本語の会話は短いイコール情報が少ないではありません。短い言葉の中に相手への気遣いやその場の空気、前後の流れなどたくさんの情報が入っているんです。外国人の皆さんは最初はどうして全部言わないのと思うかもしれません。でもこの察する文化を知ると、だから日本人はこんな言い方をするんだと納得できる場面がきっと増えてきます。なので自然な日本語を話せるようになりたいなら、文法や単語だけではなく、日本人がどんな場面でどんな言葉を選んでいるのか、そこにも注目してみてください。皆さんは相槌という言葉を聞いたことがありますか？相槌とは、相手の話を聞きながら、ちゃんと聞いていますよ。あなたの話に興味がありますよ。ということを伝える短い言葉です。例えば、へえ、そうなんですね。なるほど。確かに。そうなんだ。こんな言葉ですね。実は、日本人は世界の中でも相槌をよく使うと言われています。相手が話し終わるまで黙って聞くのではなく、話の途中でも、へえ、そうなんですね、と反応します。これは話を遮っているわけではありません。ちゃんと聞いていますよ。話を続けてくださいね。というサインなんです。だから、日本人と話すときに反応が少ないと、ちゃんと聞いてくれているのかな、興味がないのかなと思われてしまうこともあります。逆に相槌を上手に使えるようになると、それだけで会話がとても自然に聞こえます。それから日本人が本当によく使う言葉があります。それがなんかです。皆さんも日本人が話しているのを聞いて、なんか今日は疲れた。なんか最近忙しくて。こんな言い方を聞いたことがありませんか？外国人の皆さんは、なんかって何かですよねと思うかもしれません。もちろん、何か食べますかの何かと同じ言葉です。でも、会話の中では少し違う意味で使われることが多いんです。このなんか
は話し始める前のクッションのような言葉です。うまく説明できないけど、なんとなくそんな感じなんだけど、ちょっと言いにくいんだけど、そんな気持ちを表しています。例えば、今日は疲れましたというと、事実をはっきり伝えている感じがします。でも、なんか今日は疲れましたというと、理由はよくわからないけど、今日は疲れているんですよねという少し柔らかいニュアンスになります。また、最近忙しいですよりも、なんか最近忙しいんですよねというと、毎日いろいろあって、なんとなく忙しいという自然な感じになります。つまり、なんかは話し方を自然で柔らかくする言葉なんです。だから日本人は会話の中で本当によく使います。もちろん使いすぎると聞きづらくなるので注意が必要ですが、一日に何回も耳にするくらいとてもよく使われる表現です。この言葉、私は高校生の時、ものすごく使ってたことがあって、友達に言われたことがあります。それくらいネイティブの日本人ってよく使う言葉なんです。ここまで日本人がよく使う表現を紹介してきました。こういう言葉は話していてだんだん身につくものです。なので、もっとネイティブらしく話したい人に一番おすすめなのは、日本人の話し方をそのまま真似することです。ドラマでも YouTube でもポッドキャストでもいいです。この言い方自然だなと思ったら、一文そのまま声に出してみてください。単語だけではなく、一文をそのまま覚える。これが自然な日本語への一番の近道です。そして、シャドーイングをするときは、発音だけではなく、話すスピードやイントネーション。あ、この人はここで笑うんだ。そんなところまで真似すると、もっとネイティブらしい話し方になります。では、最後に、実際に日本人とどうやって自然に話せばいいのということについてお話ししたいと思います。ここまで聞いて、自然な日本語は文法だけじゃないということが分かってきたと思います。でも、頭では分かっていても、実際に日本人を前にすると何を話したらいいか分からない。そんな人も多いですよね。実は日本人も初対面の人と話すのは得意ではありません。外国人の皆さんは、日本人は話しかけられるのが嫌なんじゃないかなと思うかもしれませんが、そんなことはありません。もちろん人にもよりますが、きちんと挨拶をして話しかければ、優しく話してくれる人がほとんどです。じゃあ、初めて会った日本人とは何を話せばいいのかなって思いますよね。一番おすすめなのは、天気や季節の話です。日本には四季があります。だから季節の話は本当に会話が始めやすいんです。例えば、今日は暑いですね。最近涼しくなりましたね。もうすぐ桜の季節ですね。紅葉見に行きましたか？こんな一言だけでも自然に会話が始まります。日本人同士でもエレベーターの中や職場で今日は暑いですねと話すことはよくあります。天気なんて面白くないと思う人もいるかもしれません。でも日本では天気はとても便利な話題なんです。確かイギリス人もよく天気の話をするみたいです。会話の糸口になりやすいんですね。そしてもう一つ大切なのが自分ばかり話さないことです。日本人は相手の話を聞くことを大切にします。相槌のところでも話したように、相手の話を聞いてるよというサインを送りながら、よく聞くことが大切になってきます。なので、相手の話をよく聞いて、それに対する質問をすると、自然に会話が続きます。例えば、どちらのご出身ですか？これはとても自然な質問です。日本人は愛知県です。北海道です。福岡です。というように、都道府県で答える人が多いです。もしその場所に行ったことがあるなら、私も旅行で行ったことがあります。ご飯が美味しかったです。そんな風に話すと会話がどんどん広がります。それから趣味の話もいいですね。
例えば、休みの日は何をしていますか？旅行は好きですか？スポーツはしますか？こんな質問なら相手も答えやすいですよね。でも、一つ気をつけてほしいことがあります。外国人の皆さんは、日本人に会うと、アニメは好きですか？毎日寿司を食べますか？と聞くことがあります。もちろん、悪い質問ではありません。でも、日本人全員がアニメ好きなわけではありません。毎日寿司を食べる人もほとんどいません。寿司を毎日食べてたら食費がたくさんかかってしまいますし。だから、日本人だからですよね、と決めつけるのではなく、好きですか？と聞くくらいが自然です。もう一つ知っておいてほしいことがあります。例えば、海外ではスーパーのレジやカフェで知らない人と気軽に話すこともありますよね。でも、日本ではあまりありません。レジの店員さんと長く雑談をしたり、電車で知らない人に話しかけたりする文化はあまり一般的ではありません。だから、日本人は冷たいと思われてしまうこともあるみたいですね。ただ、文化が違うだけなんです。学校や職場、趣味のイベント、言語交換会など、何度も会う相手とは少しずつ自然に話すようになります。アメリカなどの国に比べると少し距離感を感じるかもしれません。でもそれが日本人なんです。では最後に自然な日本語を話せるようになるために私がおすすめする勉強法を紹介します。まず一つ目はシャドーイングです。日本人の話し方を聞いてそのまま真似をします。発音だけではありません。スピード、イントネーション、間の取り方、笑うタイミングまで全部真似してみてください。すると自然な話し方が少しずつ身についてきます。また、単語だけではなく、それいいですね。なるほど、そういうことなんですね。ちょっと確認しますね。こんな風にそのまま使えるフレーズも覚えましょう。こういう場面ではこのフレーズよく使ってるなぁとか、だんだんわかるようになってくると思います。最後に、今日一番伝えたいことをもう一度お話しします。自然な日本語とは難しい文法を知っていることではありません。ネイティブが使う表現を聞いて何度も真似をして少しずつ自分の言葉にしていくこと。それが一番大切です。私も英語を勉強しているので、間違えることが恥ずかしい気持ちは本当によくわかります。でも、間違えた経験があるからこそ、次はもっと自然に話せるようになります。だから完璧になってから話そうと思わなくて大丈夫です。ぜひ、今日覚えたフレーズを一つでも使ってみてください。その小さな一歩が1年後には大きな成長につながっています。これからも一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。このポッドキャストが役に立ったと思ったら、ぜひフォローやコメントで感想を教えてください。このテーマで話してほしいというリクエストも大歓迎です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。